はいどうも、こんにちは、こんばんは、しぷです。今回は PS5 のマイク、ヘッドホンの接続方法とボイスチャットのやり方について解説します。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。それでは PS5 でのマイク設定のやり方から解説していきます。ヘッドホンとマイクが一緒になったヘッドセットを使用している人も確認していってください。ちなみにコントローラーにマイクが内蔵されているので、マイクやヘッドセットを準備することができない場合は、こちらを使用することで自分の声を入れることが可能となっています。ただ音質はそこまで期待できないですし、コントローラーと口の距離や方向が常に一定ではないので、うまく声を拾うことができなかったり、マイク音声が小さくなったりしてしまうので、個人的にはマイクやヘッドセットを使用することをお勧めします。まずはマイクを PS5 に接続していきますが、コントローラーのマイクを使用する場合は特に何も行うことがないので PS5 での設定に進んでください。もしも USB 接続するタイプのマイクやヘッドセットを使用している場合は PS5 の背面にある USB 端子に接続しましょう。なぜ背面にある USB 端子に接続するのかというと、 PS5 の前面にある USB 端子は USB2.0 になっています。もしも USB3.0 のマイクやヘッドセットを使用している場合、前面の USB2.0 の端子に接続すると USB3.0 に対する互換性がなくて機能しないので注意してください。この端子はコントローラーを PS5 に接続するときに使用するのにおすすめな端子になるので、基本的に背面の USB3.0 の端子に接続するようにしましょう。もしも USB Type-C で接続するタイプのマイクやヘッドセットを使用している場合は PS5 の前面に接続できるようになっているので、こちらに接続してください。あと 3.5mm4 極プラグのマイクやヘッドセットを使用している場合はコントローラーに接続するようにしましょう。ちなみに注意点として、3極プラグのマイクやヘッドセットを使用している場合、マイク音声を入れることができなくなっています。3極か4極かは絶縁リングの数で見分けることができるようになっていますが、2つだと3極で3つだと4極になるので覚えておきましょう。また4極プラグの場合は CITA 規格と OMTP 規格の2種類があり、 PS5 の場合は CITA 規格に対応しているので OMTP 規格の場合はマイクが使用できなくなっています。しかしここ最近販売されているものは CITA 規格のものが多いので問題ないことが多いのですが、今から新しくマイクやヘッドセットを購入しようと考えているのであれば、この点に注意して選ぶようにしてください。マイクやヘッドセットを PS5 に接続することができたら、次は PS5 での設定を行っていきますが、画面右上にある歯車マークの設定を選択してください。次にサウンドを選択します。次にマイクの項目の中にあるマイクレベルを調整を選択してください。するとこのような画面が表示されますが、マイクレベルを選択するとマイクの音量調整ができるようになっているので、実際にマイクに向かって声を出して入力音量のレベルメーターが振り切れない程度に適正の範囲内に収まるように調整してください。ちなみに PS5 側の設定でマイクが消音になっているとマイクレベルの調整ができなくなっているので、消音を解除する必要があります。やり方としては非常に簡単で、コントローラーにマイクに斜線が入ったマークがあると思いますが、その上に光っているボタンがあると思います。このボタンを1回カチッと押すことでボタンが暗くなり、消音を解除することができるので、あとはマイクレベルの調整を行うようにしてください。ちなみにマイクの消音設定が2つほどあるので解説していくと、1つ目はログイン時のマイク状態という設定項目があります。この設定は PS5 を起動してアカウントにログインした時にマイクを消音にするのかマイクをオンにするのか設定できるようになっています。これは完全に好みになりますが、常にマイクを使用するのであればオンに設定しておくのがおすすめです。次に2つ目の設定としては、ボイスチャットやブロードキャスト開始時のマイク状態という設定項目があるのですが、これはパーティー機能を使用してボイスチャットするときやブロードキャストという PS5 の配信機能で生配信するときにマイクを消音するのかしないのかという設定になります。こちらも完全に好みになりますが、パーティー機能でのボイスチャットやブロードキャストを行うときにマイクを消音した状態から始めたいのなら、消音に切り替えるを選択するようにしてください。基本的なマイク設定はこれで以上になりますが、実際にボイスチャットやブロードキャストなどを行った時にマイク音量を再調整したい場合も出てくると思います。その場合は先ほどと同じように設定からサウンドを選択し、マイクの項目のマイクレベルを調整を選択してもいいのですが、PS ボタンを1回押してマイクを選択し、
マイクレベルを調整を選択することで素早くマイクの音量調節を行うことができるので覚えておくのがおすすめです。次に PS5 でのヘッドホン設定のやり方を解説していきます。ちなみに Bluetooth で接続するワイヤレス製品を使用している人もいると思いますが、その場合は Bluetooth トランスミッターというものを PS5 に接続しないと使用することができなくなっているので注意が必要です。購入したヘッドホンやイヤホンによっては付属品として付いてきている場合もありますが、ない場合は自分で購入する必要があるので注意してください。ちなみに詳しい情報をここで解説すると長くなってしまうので、 PS5 でワイヤレスヘッドホン、イヤホンを接続する方法を解説した動画を今後投稿する予定です。動画を投稿した場合は説明欄に動画リンクを記載しておくのでチェックしてみてください。それでは有線のヘッドホンやイヤホンを使用して解説していきますが、 USB 接続するタイプのヘッドホンを使用している場合は PS5 の背面にある USB 端子に接続してください。マイク設定のところでも言いましたが、なぜ背面にある USB 端子に接続するのかというと、 PS5 の前面にある USB 端子は USB2.0 になっています。もしも USB3.0 のヘッドホンを使用している場合、前面の USB2.0 の端子に接続すると USB3.0 に対する互換性がなくて機能しないので注意してください。この端子はコントローラーを PS5 に接続するときに使用するのにおすすめな端子になるので、基本的に背面の USB3.0 の端子に接続するようにしましょう。もしも USB Type-C で接続するタイプのヘッドホンやイヤホンを使用している場合は PS5 の前面に接続できるようになっているので、こちらに接続してください。あと 3.5mm4 極プラグのヘッドセットを使用している場合はコントローラーに接続しましょう。ちなみにマイクの場合は3極だと使用できませんが、ヘッドホンやイヤホンの場合は3極だったとしても PS5 の音声を聞くことが可能です。詳しい説明は割愛しますが、気になる人は3極と4極の違いを自分で調べてみてください。次に PS5 での設定を行っていきますが、もうこの時点で接続したヘッドホンやイヤホンから PS5 の音声が聞こえていると思うので、音量調整を今から行っていきます。まずは画面右上にある歯車マークの設定を選択してください。次にサウンドを選択します。次に音量の項目の中にヘッドホンという項目があり、ここでヘッドホンの音量を調整できるようになっているので、好きな音量に調整してみてください。また PS ボタンを押してスピーカーマークのサウンドを選択することでもヘッドホンの音量を調整することができるようになっているので覚えておきましょう。もしかするとヘッドホンやイヤホンから PS5 の音が聞こえない場合もあるかもしれないので、対処法を解説していきます。まず確認する項目としては、歯車マークの設定からサウンドを選択し、音声出力の項目にある自動で出力機器を切り替えという項目がオフになっていませんか？オフになっているとヘッドホンやイヤホンを接続した時に自動で出力機器の設定が変わらないので、 HDMI 接続しているテレビやモニターから音が出る設定のままになっています。対処法としては、出力機器を選択し、ヘッドホンに出力先を変更して PS5 の音声が聞こえることを確認してください。もしくは自動で出力機器を切り替えという項目をオンに変更し、ヘッドホンやイヤホンを再接続し直すと、出力機器の項目が自動で切り替わるので PS5 の音声がヘッドホンやイヤホンから聞こえるのか確認してみてください。これでも聞こえない場合は、設定項目の下の方を確認すると、ヘッドホンへの出力という項目があります。ここがボイスチャット音声になっていると PS5 の音声が聞こえないので、全ての音声に変更して確認してみてください。次に PS5 でボイスチャットする方法を解説していきます。PS ボタンを1回押したらゲームベースを選択してください。次にヘッドセットマークを選択してパーティーを開始を選択します。するとオープンパーティーかプライベートパーティーのどちらかを選べるようになっています。オープンパーティーを選択するとフレンドならば誰でも自由に参加できる設定になりますが、個人的にはプライベートパーティーを選択して選んだプレイヤーだけが参加できる設定にするのがおすすめなので、今回はプライベートパーティーを選択して解説していきます。実際に選択するとこのような画面が表示されるので、新しいグループを作成を選択してください。するとどのプレイヤーをパーティーに招待するのか選択する画面が表示されるので、ボイスチャットを行いたい人にチェックを入れたら OK を選択してください。するとこのような画面が表示されますが、実際に招待した人がパーティーに入ってくれればボイスチャットを行うことが可能です。
ちなみにここから細かい設定について解説していきますが、四角ボタンを押すことで自分側のボイスチャットを消音することができますし、相手側のボイスチャットも消音にできるようになっています。もしも相手側のボイスチャットは聞きたいけど自分側のボイスチャットだけ消音にしたい場合は、コントローラーのマイク消音ボタンを押して光っている状態にすると自分側のボイスチャットだけ消音にすることができるので覚えておきましょう。次に音量に関する設定を確認していきますが、横3点マークのその他を選択すると、オーディオバランスという設定項目でゲーム音量とボイスチャットの音量バランスを調整できるようになっているので、必要であればスライダーを動かして調整するようにしてください。あとボイスチャットの設定を選択してマイクレベルを選択すると、マイクの音量調整を行えるようになっているので、必要であれば調整するようにしてください。ちなみに一つ前の画面に戻った時に音声をシェアという項目がありますが、パーティーのボイスチャットを使っている時に他のプレイヤーが録画やブロードキャストで配信をしていたとします。その時に自分の声を他のプレイヤーの録画や配信に入れたいと考えているのであれば許可するを選択し、入れたくないのであれば許可しないを選択してください。反対に自分が録画や配信を行う時に他のプレイヤーの声を入れたいのであれば、相手側にこの設定を変更してもらうようにしましょう。あとゲームボイスチャットを消音という項目がありますが、パーティー機能を使用しなくてもゲーム内の機能でボイスチャットが行えるゲームがあったりします。そのようなゲームをプレイするときにこの設定をオンにすると、自分の声がゲーム内のボイスチャット機能を使用している人に聞こえなくなり、他のプレイヤーの声も聞こえなくすることができるので、パーティー内のボイスチャットだけに集中することが可能です。もしもゲーム内のボイスチャット機能を使用して野良の人の声を聞きたいのであれば、この設定はオフの状態にしておくのがおすすめです。あとその他の機能で重要な項目としては、ボイスチャットだけでなくテキストチャットも行えるようになっています。横3点マークのその他を選択してグループを見るを選択すると、このようにテキストチャットを行える画面が表示されます。ちなみにプラスマークを選択することでクイックメッセージを選択できたり、スクショした画像や録画した動画を共有することもできるので確認してみてください。これで細かい設定も以上になりますが、ボイスチャットを終了したい場合はパーティーを退出を選択することでボイスチャットを終了させることができるので覚えておきましょう。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで PS5 の使い方や各種設定方法、録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、ギアティクスというサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。説明欄に関連する各リンクを記載しておくので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。